はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのジェスカイコントロールを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、20日に行われた MO チャレンジにおいて、6勝2敗でトップ4に入っていたリストですね。ほぼ同じリストでもう一人トップ8に入賞していて、話題となっていたものになっています。新カードとして3歩先が4枚がっつりと採用されていて、基本的には3マナのカウンターとして使っていくのですが、土地が伸びている中盤以降は追加で2ドローもできるということで、まさにコントロールが欲しかった1枚になっていますね。2番目のモードはほぼ使うことがないのですが、サイド後であればサメやティシャーナをコピーすることもでき、面白い動きができるようになっています。また新カードとしては最後の決戦も1枚採用されていて、6マナの全体除去ということで重たいカードではあるのですが、やはりインスタントタイミングでキャストすることができるということで、場面によってはかなり強く使える1枚ですね。さらにこのリストではメインから真昼の決闘が1枚取られていて、毎ターン呪文が1つしか唱えられなくなるカードということで、アグロやコンボデッキに刺さっていくカードになっています。また白いデッキということで当然サイドに安らかなる眠りも採用されていて、テムルランプのようなデッキに対してガン刺さりしていきますね。はい。ということで、今回も BO3 ランクマッチで収録しているのですが、試合時間はちょっと長いのですが、どれもいい試合なので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。そうやっていきます。こちら後手。序盤のアクションがないということで、さすがにマリガンしていきましょう。はい。これはキープしていくんですが、2マナ息1枚、ボトムに送っていくと。さあ、相手は、ラクドスから、ラクドスか、グリクシスか、という感じですかね。はい。さあ、マグダを出してくる。ラクドス、悪事ですかね。悪事を働かせる前に、マグダを除去っていきましょう。さあ、相手はグリクシス型ですね。まずはちび骨から。一旦記憶の反乱、落としますか。さあ、構えてくる。カウンターがあるのかどうか。自分はグリクシスには、メインにはね、カウンターは入れてなかったんですが、メインからカウンターを取っている人もいるのではないかなと。さあ、記憶の反乱が落ちていく。これはありがたいですね。さあ、ということで、一旦、ミレックスとホーロー、そしてカウンターを構えていくと。さあ、相手、止まってきてるんで、おそらく、除去を持っている感じではないかなと。まずは、ちび骨で殴ってくる。一旦フォローを出してみましょう。カウンターありそうですが。この段カウンターを使うのであれば、はい。相手は、アクションをね、取れないということで。ただ、ちび骨でこれ、フォローをキャストされる可能性もあるんで、そこだけ気をつけていきたいですね。さあ、ただ、ここ土地。ちょっとこれは、プレイがしづらいですね。さっき言ったように、フォローを取られてしまう可能性があるので、一旦これは、カウンターを構えながら、ミスラランド起動ですね。で、相手が除去を持ってる可能性もあるんですけど、除去を使ってきた場合はフォローを唱えられないんで、除去に対してカウンターを使っていくのも全然ありですね。相手はおそらくこれは除去を持っているので、はい。一旦カウンターを打ってみましょう。ちょっとね、手札が弱めのため、なかなか動きづらい感じではあるんですが、さて、A ガンゾーはいいですね。さあ、これは A ガンゾーで、ちび骨をしっかりと除去っていきましょう。おっと、ただここでマルチェッサー。マルチェッサーも除去りたいんですが、これでね、即除けれないと、こんな感じで、どんどんとアドバンテージを取られるということで、コントロールからしてもかなりいやらしいクリーチャーですね。全体除去が引けるのが一番いいんですが、さあ、土地が墓地に落ちていく。ここは構えてくる。なるほど。殴らないと。螺旋いいですね。であれば、一旦螺旋をちび骨に打って、で、A ガンゾーをマルチェッサですね。ただここでさらに悪事を働かれてしまうと、さらにアドバンテージを取られてしまうと。ミッドレンジ側の方が手札が多いっていうのが面白いですよね。さあ、相手これ、レア土地を使ってくると守ることはできるんですが、
まあ、守るのであれば、土地がね、どんどんと。はい。さあ、ここはそのまま落とされていく。うん。まあ、ちび骨も除去っていきましょう。さて、まあ、これでこっちはハンドがなくなるんですが、さあ、相手、手札が何か光っていますが、これにはさすがに、もうカウンター打つんだ。否認を使ってくる。なるほど。まあ、ちび骨をかなり重視している感じですね、これは。さて、ただ、さらに土地。これはちょっと、きついですね。まあ、記憶の反乱を打つことはできるんですが、ちび骨が通ってしまうと、まあ、放浪を出されてしまうということで。うん。まあ、1マナクリーチャーではあるんですが、プレッシャーがすごいですね。さらにマルチェッサー。これはちょっと一旦全除去を引きたいですね。さあ、マルチェッサーさらに起動。まあ、ただ、マルチェッサーを出してくる、場合は、まあ、このターン、記憶の反乱を打つ余裕がね、できますね。ここで、まあ、できれば国別とか、まあ、全体除去系を引いていきたい感じではありますね。さあ、ということで、まあ、まずは記憶の反乱を打っていく。相手止まってたんで、まあ、除去もらいたいですが、まあ、フォローと螺旋ですね。うん。いや、このターンはね、ちょっと全体除去拾いたかったですね。さて、螺旋とフォローをもらっていく。これでまあ一応、相手のクリエイチャーを、まあ、除けることはできるんですが、すでにマルチェッサで、3枚ぐらい捉えてますかね。うん。これはどうするか。ダメージが通らなければ OK なんで、まあ、ジェイスプラスフォローでいきますかね。一旦ジェイスで、ちび骨を無効化して、で、フォローを構えていく。まあ、もしくは、螺旋プラスフォローですね。さて、まあ、ただマルチェッサが生き残っているので、まあ、さらにアドバンテージを取られる可能性はありますね。マジでマルチェッサは即除けれないと、まあ、かなり強いクリーチャーですね、こんな感じで。さあ、バードミルが出てくる。これでさらに悪事を働いて、マルチェッサがさらに誘発していくと。これで4枚目えぐいね。さあ、3歩先が落ちていく。まあ、今欲しいのは、全体除去ですね。で、今、相手こういう値が2枚立っているので、まあ、カウンターとかも、構えることができると。さあ、マルチェッサ殴ってくる。まあ、ホールを出していくんですが、果たして、まあ、通るのかどうか。まあ、カウンター持ってる可能性は全然ありますね。さあ、まあ、ただ相手結構ね、大胆に否認とか使ってきてたんで、これはありがたい。まあ、ちび骨に対する除去にね、否認とか使ってたんで、まあ、多分そこで、なくなった感じかなと。さあ、ただ、あ、なるほど。大田原を持っている。ということは、これで、まあ、マルチェッサ3回目が確定ですね。まあ、基本的にミッドレンジに対しては、まあ、コントロールが、ちょっとね、有利を取っていけるんですけど、まあ、ただ、即対処できないといけないクリーチャーが、こんな感じで多いと、まあ、全体除去を1回は引かないとちょっと厳しくなってきますね。さあ、相手1マナなんですが、これは何でしょう。ああ、なるほど。悲哀の光線を持っている。さて、さあ、ようやく国別を引いてくると。うん。ただ、この国別は、できれば次のターンに打ちたいですね。まあ、ただ相手、まあ、カウンターとか、まあ、ハンデスとか、まあ、それこそちびぼれでもダメですし。さあ、この国別が、果たして次のターンに打てるのかどうか。まあ、打てたとしてもなかなか、この反動差が厳しいですよね。さあ、マグダで、さらに悪事が働いて、宝物トークも出ていく。ここでマルチェッサを出してほしい。出さんか。そしてジャスパーも、
放置できないクリーチャーのため。うん。これはまあ一旦打っていくしかないですね。うん。いや、グリクシスはね、結構、なんか、コントロールに対して強いですよね。さあ、まあ墓地以外、全部追放していきましょう。まあ一応これで、まあ、ほぼほぼ、同じ条件にはなっていったかなと。相手メインにピアスも入ってるんだ。かなりコントロールを意識してますね。ピアス、否認、書き消し。さあ、さらに、ちび骨が出てくる。まあ、これはちょうど落とせるので、落としていきましょう。まあ、これが残ってるとね、マルチェッサで一生悪事を取られてしまうので。さあ、そしてマルチェッサを出してくる。強い。マルチェッサで何枚引かれた ?5 枚ぐらい ?5、6枚引かれてますよね。カウンターは今いらないんですよね。まあ、除去を探しに行きますか。まずは、記憶の反乱で。はい、ウセロを引く。さあ、マルチェッサ3回目を、しっかりと対処していく。ふう。ようやく、マルチェッサが消えていきましたね。さてさて。お、そして最後の決戦も引いていく。これは悪くない。からのケアベク。強い。これ、ちびもねが出てくる？最後の決戦を一応真ん中に置いて隠していく。さて。まあ、ただ白光線があるんで、なんとかなるかな。さあ、相手ケアベク迷っていますが、まあ、おそらく、はい。ちびもねが出てくると。これでワンディスカードしながらっていう感じになるんで、強いですよね。相手のグリクシスは、まあ割と悪事に寄せた形ですね。ギサまで入っていると。うん。さあ、相手、これははい。カウンターを捨てていきましょう。まあ、どっち取っても、一応、まあ、どっちとも打てる形ではありますね。さあ、一応ここは、全除去を抜いていくと。さて。まずは地図トークンを使っていく。土地。うん。さあ、ただこちらも、ちょっと動きづらい感じはありますね。まあ、一旦、ケアベクを除去っていく。で、まあ、コウモリは、しばらくの間は、無視してもいいということで、まあ、ジェイスで無効化をしながら、ミスラランドで殴っていきましょう。まあ、ちょっと有効牌を探しに行きたいですね。さあ、地図トークンを使っていく。土地。うん。まあ、試合が長引いてるのもありますが、やや土地を引きすぎ感もありますね。さあ、地図トークンを使っていくギサ。ギサは、落としていきますか。一応ゼースで、削っていくことができるので。お、そしてもう3ドローになってますね。まあ、このターンはそのまま、ターンを渡していきましょう。まあ、ここまで来るとさすがにこっちの方が有利な、展開かなと。さあ、ということで、記憶の反乱を打っていく。うん。さあ、そして3歩先をようやく引いてきましたね。まあ、こういうマナが伸びている状況であれば、まあ、3歩先はね、まあ、確定カウンターをしながら、まあ、さらに追加でドローもできるということで、まあ、かなり強力な1枚ですね。さあ、ということで3マナを残しながらターンを渡していくと。まあ、さすがに、ここから負けることはないのではないかなと。切り崩しいいでしょう。さあ、そして土地を置いてきたので、もう何もないのが確定と。まあ、あとはどんどんと、トークンを出していくだけですね。さて。まずはコウモリを無効化して、トークンを出して、さらにフォローで、でかくしていくと。まあ、ミスラランドももう殴っていきましょう。うん。まあ、7マナある状況なので、3歩先もしっかりと構えていくことができると。さて、どっち出してくる？まあ、これは多分、
土地しか引いてないよっていうアピールですね。さて。まあ、あとというかもう、倒してるかな。ミスラランド2回起動して、フルパンで勝っているかなと。まあ、なんだかんだマルチェッサで、序盤、中盤はね、どうなることかと思いましたが、まあ、なんとか全部対処して、こちらが、後を取っていくと。一気に削り切っていく。GG。さあ、ということで相手グリクシスなんですが、まあ、ティサーナは欲しいですね。で、まあ、墓地帯まではいらんかな、さすがに。まあ、何抜くか悩ましいですが、ゼースと、あとは真昼の決闘でいいかな。真昼の決闘は、まあ、グリクシスにはそんなに効かないのではないかなと。こんな感じでいきましょう。さあ、一歩目勝手に試合目。まあ、これはキープしてもいいですね。まあ、相手が、展開したところで、一時的封鎖を打っていきたいかなと。あ、これ、日没が先がいいですね。まあ一応2ターン目に、螺旋を打っていけるようにした方が良かったですが、さあ、ただ相手動きがない。3ターン目ちび骨からスタート。まあ先にちび骨を置いて、まあ悪事を働きたいという感じですかね。これはまあ一旦、一時的封鎖打っていいですね。さあ、これで、2枚を追放していくと。まあただ相手、大俵が入ってるんで、そこだけは、注意していきたいですね。さあ、相手、ただここは何も出さず、構えてくると。まあ、構えていく対決だと、まあ、基本的にはね、コントロールの方が有利なので、さあ、マグダを出していく。まあ、通していいでしょう。まあ、一旦先に、記憶の反乱ですね。カウンター持ってる。まあ、ここに変人を使う分には別に全然 OK ですね。さあ、まあ、ただここは土地を引かずと。まあ、一応相手その、書き消しとかも入ってたんで、5マナあると、まあだいぶね、動きやすい感じはあるんですが。さあ、まずは、まあグラレ殴ってくる。まずは2点取って残り17まで。ケアベク。まあ一旦カウンターしてみますか。相手がカウンター持ってる可能性もありますが、まあ、カウンター持たれてても、まあ全然対処はできるハンドということで。さあ、これ持ってそうですね。まあ結局その、コントロール側がカウンターされて一番嫌なのって全体除去なので、まあそれ以外に関しては別にっていう感じではありますね。さて、ただ、土地引かず、まあただ相手、まあ反応がね、ほぼないんで、まあ全然 OK かなと。ミスラランドも行く。まあまあまあ、いいでしょう。大体これはさすがにカウンター構えられないので、まあ、ホールを出していきましょう。さて、もうこっちを削る。さあ、ホーローで、まあ、一旦ケアベクを対象ですね。まあ、こっちを削るのは、記憶の反乱が落ちる可能性があるんで、はい。OK ですね。さあ、残り13。そしてようやく、5マナ目を引いてくる。まあ、5マナあるとね、本当に動き方が全然変わってくるんで。さあ、そのままターンを。いや、まあ一旦除去るか。さすがに。さて、マグダを除去って、まあ一応カウンターとティシャーのを構えて、ターンを渡していくと。はい。これはカウンターしたいですね。さすがに。相手のラスト1枚が何なのか。カウンターっぽいですね。いや、ただここは、そのまま消されていく。コウモリ。はい。まあ、コウモリは全然、OK でしょう。ただ、いや、大丈夫か。まあ、一応、ホローは倒されないかな。さあ、そして地図トークンを使っていく。ちび骨。これはボスに落としていくと。さあ、もう一回使っていくか。はい。さて、土地。
さあ、なんとかこれで、トップ勝負はこちらの方が強いという状況になりましたね。さて、相手ミスラランドがある状態ではありますが、ただここはミスラランドは起動せず、フォロー2枚目。7マナあると、記憶の反乱が打てるんですが、フォロー2枚目と、ティシャーナを構えている状況というのは、悪くはないかなと。相手土地を置いてきますね。構えられている方がね、結構きついんですが。さあ、4-4になったので、これはもう殴っていきましょう。4-4先制。警戒は、一方的に殴っていくことができると。さて、土地を置いてきますね。カウンターとかを一切警戒しなくてよくなったので、割とありがたいかなと。そして、7マナ目を引いてきたので、記憶の反乱も打っていける状態と。さすがにかなり有利な状況ですね。1戦目みたいにね、マルチェッサが除去れなくて、一生アドバンテージを取られるっていう展開じゃない限りは、おっと、これ、エンチャント池に、なるほど。一時的封鎖は1枚しか入ってないんですが、そこに刺さっていくと。さて、これは一旦これティシャーナで消してもいいですね。どっちにしろ1枚捨てないといけないんで、であればティシャーナ出して能力を消していきましょう。さて。で、相手は殴れないので、そのまま、押し切っていくことができるのではないかなと。さあ、ということで、そのままターンを渡してくると。さあ、ということで、66警戒殴っていきましょう。相手はもうこれジャンプしないと、かなり厳しいはずですが、ここはジャンプはせず。螺旋もあるということで、次のターンには、フィニッシュしていけるのではないかなと。さあ、ここは大田原。はい。大田原。一応ミスラランドは殴れますが、そこぐらいかな。もしくはちびもねアタック。ただこれは、ティーサーナでブロックで OK ですね。さあ、こういう値ありますが、はい、使ってくる。全然 OK ですね。さて、こういう値と11交換。で、ここはコウモリを除去って、で、反乱打っていきましょう。3歩先。さて。1点足りないですね。土地がもう1枚あったら、ミスラランド起動から放浪で勝ってましたが、あと1、2ターンで勝てる状況ではあるかなと。バドミル。暇なんで消してもいいですが、いいでしょう。さあ、バドミル誘発していきますが、なんだろう。螺旋か土地引いたら勝ちの状況なので、一旦記憶の反乱打って、勝ち角を決めていきたいっていう感じですね。さあ、ちびもねは相打ちしていきますが、まずは記憶の反乱。土地か螺旋で勝ちですね。はい。螺旋と土地、どっちともあるので、これは勝ち確かなと。さあ、ということで、ミスラランド起動からの、螺旋で勝っていけると。1試合目はね、結構、白熱した試合でしたね。マルチェッサはね、やっぱり、カードパワーはね、かなり高いんで、全然これからね、使われていく可能性はあるかなと思います。さあ、ということで削り切っていくと。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。これはキープしていきましょう。ただ、タップインなので、基本的には初動が3ターン目になっていきますね。2ターン目にアンタップインを引けるとだいぶでかいですが、最大青白。青白コンか、エスパーか、
うん、エスパーですね。エスパーミッド。うん。さて、ということで一旦、まあいろいろと構えていくと。さて、まずはデニック殴ってくる。まあ何かを出してくれるとありがたいですが、決闘者、はい。まあ、一旦封鎖打っていきますかね。まあトークンは消えてしまうんですけど、さすがに決闘者は残せないため、うん。さあ、ラフィンが出てくる。ラフィンは、まあ一旦無視でいいかな。まあ1枚ルーティングされるだけなんで。で、ここは3歩先を、まあできれば5マナで打っていきたいという感じですね。さあ、まずはラフィンで殴ってくる。1枚ルーティング。うん。まあ不要牌を捨てていくと。さあ、何か唱えてくれるとありがたいですが、分派。はい。これは、まあ3歩先使いますか。まあ5マナで打つことによって、カウンターしながら、2ドローもしていくことができると。これがね、やっぱり強いですよね。まあ土地でいいかな。さて、6マナ。うん。まあラフィーン、除去っておきますか。一応カッパーもある状況なので、まあ次の相手の、アクションに対してはしっかりと回答がある形ですね。さあ、コウモリ。まあこれはカウンターでいいですね。さて、まあ、あとはゆっくりとやっていきましょう。まあメインからこれ反乱打ちますか。うん。まあ反乱でいいかな。現状、まあ土地が必要ということもないので、分派はカウンター。うん。まああとは、フィニッシャーを探しに行くだけですね。さあ、そしてミレックスも引けたということで、記憶の反乱を、まあ7罠でキャストすることも可能と。相手封鎖触ってきてましたが、メインから対処手段があったかどうか。大田原の可能性はありますね。さあ、螺旋打ってみましょう。カウンターはなし。うん。さて。ということで、相手、もう反応が2枚だけということで、まあ、ミスラランドはもう殴っていきますか。さあ、2連アタックからの、まあ、反乱を構えていくと。まあ、そろそろ、プレインズウォーカーにたどり着きたいですが、さあ、止まってくる。カウンターですかね。はい。まあ、全然 OK ですね。さあ、そして、プレインズウォーカーを引いてくると。まあ、ただ、まだ、このターンじゃないかな。うん。さあ、ということでミスラランドを殴っていく。まあ、基本的に構えている状況は、こっちの方がね、あ、ミレックス使っちゃう。なるほど。3歩先いいですね。まあ、ミレックスも構えたかったんですが、まあ一応、記憶の反乱もあるということで、まあ、いいでしょう。アクローズ。なるほど。これが通ってしまう。まあ一応、放浪者をプラスすることによって、まあアクローズを、まあ無効化することはね、できるんですが、まあただ、放浪も引いてきたので、まあなんとかなりそうですね。さあ、ということで、まあ一旦、放浪者出していきますかね。放浪者を出しながら、3歩先も構えられる状況ということで、で、一応 A ガンジャーも構えていきましょう。相手がミスラランドで、まあ殴ってくる可能性もあるということで、さて、まあ最悪、アクローザーズ毎ターン飛ばすとかでもいいですね。さあ、ここは、黒マナを残して、はい。これはいいでしょう。
通してもいいですけどね。通して、放浪者のマイナスで全除去していきましょう。さて。まあ、これは太陽効果でいいですね。さあ、太陽効果で、アクロゾーズと共に全て追放していくと。まあ、さすがに投了ですね。GG。相手一般的なイスパーなんですが、まあ、真昼の決闘は例によっていらないと。まあ、ティシャーナを入れていきましょう。まあ、ティシャーナ2枚入れて、で、スパー相手はジェイスはいらないかな。で、まあ、サイド後ということで、サメはお好みでという感じですね。さあ、ということで1本目勝って2試合目。まあ、これも、しっかりとキープできるハンドですね。まあ、割とバランスがいい。カウンター、座標。まずはコウモリから。まあ、何抜かれてもっていう感じではありますね。さあ、ここは螺旋を抜いていく。さあ、カウンターを構えていきましょう。相手はまずは、カッパを使わせないといけないという状況ですね。さあ、まずは3マナ目から。まあ、何に使わせていくかというところをまずは、悩んでいく形ですね。まずはコウモリがアタック。まあ、こういう、カウンターがね、見えてる状況なので、もうどんどんとスペルを連打していくしかないんですが、はい。まあ、これはカウンターしていきましょう。さて。まあ、基本的に、デニック以外は、まあ、全部カウンターでいいかなという感じですね。コウモリがもう一回来たら、ティシャーナで OK ですが、ラフィーンも、まあ、カウンターしていきましょう。さて、まあ、コウモリが全然生き残ってても OK なので、さて。まあ、あとは、何かしらのドロースペルが欲しいという感じですね。脅迫、いいでしょう。まあ、おそらく3歩先を抜いていくんじゃないかなと。まあ、確定カウンターが残り、ただここはウセロを選択。なるほど。もうミシラランドで殴っていきたいという感じか。まあいいでしょう。ここに、ティシャーナを打つ理由もないということで。さあ、まずは、3点アタックから。まあ、ただこっちもね、ちょっと動けないハンドということで。さあ、ただ、相手はこれ、カウンターを使わせないと動けないので、まあ、こっちとしては、その、ミシェラランドで、どんどんとね、殴って来られるっていうのが一番きついですが、まあ、3歩先使ってもいいかな。相手がカウンター持ってる可能性も全然ありますが。さあ、これはカウンター持ってそう、持ってない。なるほど。まあ、トスでいいか。これカウンターあったら多分打ってきてると思うんで、まあ、除去を持ってるって感じですかね。さて。からのラフィン。まあ、ラフィンも、対処できるハンドということで、全然 OK かなと。さあ、ただここ下水王を捨ててくる。下水王よりも強いカードを持っていると。なるほど。このターン、安全に放浪者出せるんですけど、出してもって感じの盤面ですよね。出して、まあ、コウモリ飛ばしてもラフィンと、ミスラランドで殴って来られるので、まあ、あんまりよろしくはないと。まあ、一旦ティシャーナ構えですかね、これは。さあ、まずはラフィンに、トークンを使ってくる。カッパ。ただ、これ起きますかね。まあ、まだ、役に立つ場面もありそうですが、降りてくる。まあ、一旦、ラフィンに対して、ティシャーナですね。さあ、能力は消していきましょう。相手カウンターか除去を持っている形ですが、まあ除去っぽいですね。さて、まあただここに今除去を打たれる分には全然 OK なので、
まあ結構悩ましいんですが、コウモリも追放していきましょう。止まってくる。カウンターですね。まあカウンターであれば、まあフォロー様もう出すか。うん。ラフィーンがね、これ生き残っちゃうんですけど、まあただこのターンに出さなかったらもう出す場面ないんで、出すしかないですね。出してプラスでコウモリを飛ばせる。うん。まあ一応、相手の引き方によっては、放浪者も残っていくので、まあプラス使っていきますか。2、4。まあマイナスも全然ありか。まあ結局その、ラフィーンが生き残っちゃうのが一番きついんで、まあまあまあ、コウモリ残しのって感じですね。で、この状態であれば、相手カウンターが構えられないので、まあトップ次第ではっていう感じですね。まあちょっと苦しくなっている形ではありますが、まあただ土地は伸びている状態なので、まだまだ全然いける可能性はありますね。ただ街灯はかなり厳しい。いや、ちょっとこれは、だいぶ厳しいですね。一応、螺旋連打によって、まあ、延命はできるんですけど、はい。これね、カウンターできないと、一生クリーチャーが増えていくんで、まあ、かなり厳しい状況と。さあ、一旦コウモリは除去っていきましょう。で、この街灯が破壊できる、まあ、カードを引いてきたとしても、まあ、相手のカッパをね、かいくぐらないといけないということで、いやー、まあ、7割ぐらい負けかな、これは。まあ、ただ全然まだワンチャンはありますね。さて、まあ、この裏向きのカードたちは、螺旋で延命をしていくんですが、さあ、5法には、しっかりと払って、螺旋で除去っていくと。はい。さて、相手悩んでますが、はい。サマナあります。これは結構ラッキーですね。カッパを使ってくれたので、まあ、ただ土地を引いてくると。意外とね、あのカッパ刺さっていく場面あったと思うので、まあ、使ってくれたのはだいぶありがたいですね。さあ、ただ、ミシュラランドが止まらない。まあ、あと2ターンぐらいかな。猶予ターンは。その間に何かを引いてこないと、まあ大体負けかなと。さあ、この毎ターン出てくる裏向きカードに除去を打たざるを得ない状況と。なかなか厳しい。さあ、3点通って、トップが何か。記憶の反乱。記憶の反乱は、まあまあまあ、全然ありですね。こっちのターンに打つか。さあ、4マナある状況。ウセロ螺旋。まあ、ウセロは、ありか。相手の、まあ、ミスラランドが倒せるということで、さあ、さらに街灯を戻していく。いや、なんか3歩先あたり引かないと、これ相当厳しいですね。さあ、街灯もう一回出し直し、これ何回目だ？全部除去ってはいるが、なかなか厳しい。さあ、そして、ミスラランド。これは、ウセロを使っていきましょう。さあ、まあもう一体のミスラランドはなんとか対処できますが、フォローじゃないんだよな。まあ一応カウンターケアで、記憶の反乱を打っていきましょう。はい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 。3歩先と、悩ましいですね。決戦もありだし、まあ全部あり。もう一枚の3歩先も、記憶の反乱もカッパも。一
旦、いや、どうかな。さすがに3歩先の方がいいか。2枚目の3歩先の方が良かった気はする。まあ一応その、アクロドズに対してカッパは効いていくんですけど、さあ、地図トークン、使ってきますが、まあとりあえずこの街灯がカウンターできればね、だいぶ状況は変わってきますね。さあ、残り10点。からのドレッド。うん。まあ、厳しい状況ではあるんですが、生き残ってるのが不思議な状況ですね。何点ゲインしたっけ？螺旋3回打ちましたっけ？まあ、螺旋のおかげで生き延びてますね、まだ。さあ、できればマナをたくさん使ってほしい。これはメインで打つか。戦闘前ステップですね。戦闘前ステップにミスラランドは除去っていく。さあ、何やらカウンター持ってそうな雰囲気ですが、一応、このターンはホールを出して、で、カウンター打ってきた場合はカウンターを、まあ、こっちも使っていくと。さあ、ただここは通っていく。カウンターではないか。ということは、除去ですね。さあ、ドレッドをしっかりと対処して、さらにゲインもしていく。まあ、ジェスカイコンはね、その、青白と違って、やっぱり、ゲイン量がね、かなり多いんで、そこが、まあ強みですね。お、そして更新も引く。これは割といいですね。いや、だんだんと、まくり目が出てきましたね。まずは、街灯出し直しを、3歩先でカウンター。黒幕。まあ、カウンターしますか。うん。さあ、カウンターしつつ、2ドロもしていく。まあ、街灯はもう、どうでもなる、状況ということで。うん。さて、まあ、できれば、記憶の反乱ももう一回、引いていきたいですが。さあ、まずはホーローに殴ってくる。これは、まあ、いいでしょう。さあ、そして街灯を出し直してくる。うん。まあ、これもカウンターしていくと。さて、ようやくですね。おっと、ここで、投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。